できました。今日たくさん種類がいつもの自分で行こうってなった時にブラックなんですよ。でもブラックだけだとちょっと寂しいからゴールドを差し色で入れていくっていうのがいつもの姿、秋冬のなんで、じゃあ今回の A はブラックコレクションということで、シンプルな非常に上質な素材のものを使っていろいろ作らさせていただきました。ぜひご紹介していただきたいんですけど、まず私が今日着てますニット、定番のもう非常に気持ちいい、結構俺タートルネックは首がチクチクしちゃって苦手なんですけど、そんな私でも気持ちよく着れるいい素材のタートルネックです。この上にコート着てもいいし、ニット着てもいいし、カーディガン着てもいいし、差し色のアクセとかがあってもなおよしで、なんとねパンツもやらさせていただきました。ベロアですね。黒光る感じがいいよね。カジュアルなんだけどドレッシーというか毎日着てます。でこのベルトもやらさせていただきました。 A のベルトは初めてかな。でこのゴールドのここに AYTS の刻印も刻まれておりますので、誰が着ても間違いない。バッチシです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 で、いつものようにマフラーもありますし、ハンドタオルもありますし、こういうの持ってる生活感のある人は素敵だと思います。でより網目に凝ったあったかめのブラックタートルネック、これはかっこいいありますし、ゴールド入れてみてより上質な高級感ある仕上がりになったシャディカーディガン。ベルトがね、今これ2連だけど丸の1連もあるよ。この革の素材もこっちはつるんとして、であとはバッグ、ナイロンバッグということで、黒をベースにしたアイテムを今年は、出させていただきます。ありがとうございます。さあ今回はですね、たけるさん、はい、前回101の質問をやらせていただいたんですね。皆さんからね募集して、答えましたね。そこでたけるさんからもっとなんか彼女いますかって聞いてこいよ彼女いますかとか恋愛の質問ないんかと。いやそうなのよ。好きな曜日は何ですかね多分聞きたくもないことをひねり出して聞いてくれてるから、いやもっとあるだろうと。好きな人いますかとか彼女いますかとか聞いてこいよと。何ですか好きな曜日って。金曜日がかっこいいと思いますってか言ったけど、金曜日と水曜日が好きな感じがしますとか言ったけど、大変申し訳ないですけど、こちらは忖度で省いてた。省いておりました。そういう募集は来てたんですか。そういう質問はたくさん来ております。そうなんですか。はい。なので今回は恋愛質問 NG なしで答えていただきたい。俺がああやって言ったから。はい。バカなのバカなの。大変申し訳ありません。いいんだよそれで合ってます。忖度しろよ。いやもういや絶対にたけるさんにすごい俺の言葉を表で受け取ってるけど、もっとあるんだよ裏があって、聞くなよそれ絶対に。たけるさんといえば恋愛。いやダメです。今日はこれ1本でやらせていただきますので。1分でやらさせていただくんです。はい。じゃあ前回の募集の忖度されて省かれた質問たちが今日あるということですね。はい。いいよ、じゃあ答えます。ありがとうございます。NG なしということで大丈夫ですか。あるよNG は。じゃあ1問目から答えますね。お付き合いした方から叱られたことがありますかいきなり変ですね。もちろんそれはありますよ。当然たくさんありますよ。いやでもありますありますってことでいいですか。そんなことで叱られたんですか。いやでも基本私はだらしないですよ。日常生活において不規則だし、部屋散らかすし、普通のことを怒られます。脱ぎっぱなしとかテーブルに足乗っけないとかはい、次。ちゃんと告白して付き合うタイプですか。言葉にはせずなあなあにするタイプですか。こちら後者ですね完全に後者です。こちら。次。丸一日休みで彼女へのサプライズかけるプラン。これね、俺世の男子に言いたいけど、みんながみんなサプライズ好きだと思わない方がいいですよ。
基本みんな嬉しいとは言うんだけど、度合いを間違えるとサプライズしてる俺みたいに思われること多分結構あると思うので、気をつけてみてください。世の男子、女友達と恋人の違いって何だと思いますか？全然違うんじゃないですか？いや、どっちも大事ですよ。人間関係としてとても大事だけど、女友達の人と一緒に寝たいとか思わないかな。失恋からどうやって立ち直る？仲間と過ごしますね。あんま一人でいっていいことないような気がします。私は彼女が仕事で海外に出張になってしまいました。彼女とは結婚の約束をしています。どのくらいの期間だったら寂しいのを我慢できますか？ちょいちょい会いに行ったりした方がいいとは思うけども、1年とかだったら大丈夫ですかね。初恋はいつですか？幼稚園です。私は性別関係なく人の寝癖を見るととっても可愛いなと思うのですが、たけるさんはどうですか？また彼女の寝癖がやばいくらいひどかったら笑う？何も言わずに直す？放置してずっと見る？どうしますか？ご自身の寝癖がやばい時はどうしてますか？直す？直さずにバケハでごまかす？いやいや、一緒だと思いますよ。寝癖とか愛おしいなって思う気持ちは私も当然ありますね。てか寝癖って絶対女の人より男の方がやばいよ。絶対俺の寝癖なんですよで、私は放置します。何もしません。次、長い友達関係からの恋愛は一目惚れからの恋愛どっち？これも後者ですね。これは経験上長い友達関係から恋愛に発展したことは私はないかな。万が一佐藤健さんの恋人になれたらどんな恋人特典がありますか？髪を乾かしてもらえるとか、毎朝行ってらっしゃいのハグしてもらえるとか、クイズが詳しくなるとか、そういった答えが聞きたいです。いや、髪は乾かします。毎日じゃないかもしれない。私が元気な時は乾かしますし、行ってらっしゃいのハグなんかも余裕です。クイズにも詳しくなるんですよ。クイズというか、そういった豆知識とかは詳しくなります。はい、物理学の話、物理の話で、詳しくなると思います。お友達にタケルは結婚は無理とよく言われてますが、どういう点が無理なんですか？理想が高いとか？いや、これは友達が勝手に言ってるだけというか、これが結婚すると寂しいんでしょうね。自分のタケルでいてほしいんでしょうね次、何も言わなくて気持ちが通じ合う関係としっかりと話し合って理解し合う関係、どちらが理想？それは何も言わなくて通じ合うことがあるんなら、それは大変素晴らしいことと思いながらも、そんなことは基本ないので、やっぱしっかり話し合わないと、理解し合えないとか分かり合えないことがほとんどだと思いますよ。好きな人にだけしてしまう行動を教えてください。どういうこと？例えば、甘えてしまうとか、いつも硬派な。それ採用でそうね、確かににゃんみたいなのは本当に心を許した人にしか見せないかもしれないですね。今までに自分から女性に告白したことは何度ありますか？告白の定義とは、好きです、付き合ってくださいでしょ。だからさっきも言ったけどそういった偏見極まりない儀式何ですか、その告白イベントを考えた人は誰なんですか？知らない人ですよね。過去の先人たちが考えたイベントですよね。そういったものに乗っかっていくことあんましないので、自分なりのやり方で大切な人を大切にしています。彼女と会う頻度、月に1回は毎日。これまた極端いや、俺どっちでも大丈夫ですよ。毎日も大丈夫だし、月に1回も大丈夫。たけるさんはまだ結婚していませんが、もし結婚されたら新婚旅行どこに行きたいですか？相手と行きたいところだから、今ここでどこってのはないですけど、でもなんかラブストーリー的なことを考えると、暑いところより寒いところの方がなんか好きだよね、私は。オーロラとかそっち系の方が好きですね。35歳までに結婚したいとおっしゃってましたが、結婚したい一番の理由は何ですか？確かに正直そんな深く考えてませんでしたけども、してみたいってぐらい、人生で1回ぐらいしてみたいかな。人生で恋が実ったことがありません。好きな人に振り向いてもらうにはどうしたらいいですか？女性なのかな？学生さんかな？もしかしたら。いや、もうこれはとにかく好きな人に振り向いてもらうためにどうしたらいいっていう考えよりかは、自分がいかに魅力的な人間になっていくかっていうことを考えるしかないので、そういった意味で言うと、なんか恋愛以外の好きなことに打ち込むとか、自分の実力をつけるとか、そういうようなことに打ち込んでると自信もついて魅力も上がって、自然と好きな人に振り向いてもらうような自分になってるんじゃないでしょうか。
恋人に作ってほしいご飯トップ3。何でも嬉しいです。何でも嬉しい。普通にハンバーグとかはもう大好きですね。あったかいのがいいかな、やっぱ。そば打ちましたとかよりいや、そば打ちましたも嬉しいけど、そば打たれるよりもハンバーグこねられた方が嬉しいかな。あとご飯を美味しく炊いてくれたら嬉しいです。振られて泣いたことはありますか？当然もちろんあります。まあその場ではないかな。2人の空間で直接はないけど、1人でいる時に泣いたりとかは全然あります。将来結婚したら寝室は別々がいいですか？それとも同じ部屋がいいですか？もし同じ部屋とお答えした場合、ベッドは別々、それとも大きなベッド1つですか？俺人とね、同棲をしたことがないんですよね。ルームシェアとかもないし、恋人と同棲も1回もないんですけど、だから理想論なのかもしれないけど、普通に大きなベッド1つで寝室一緒が俺はいいな。正直どれくらいモテますか？モテるとは分かりやすくバレンタインのチョコレート何個もらったことが。学生時代でも義理チョコをたくさんもらってたな。本命は0とか。ゼロですか？ゼロ。学生時代告白みたいなことされたことなくはないけど、1、2回かな。モテてるなーって思ったことないかな、人生で1回も。モテませんモテないということが判明しました一度好きになったら長いですか？それとも冷めやすい方ですか？冷めることないかな。もう相手の方が何かとんでもない裏切りとかをしない限りは冷めることってないです。ずっと好きです。お約束の質問です。好みの女性の服装は？ニットにはパンツとスカートどっちが好きですか？これはもうずっと私は言い続けてますけども、いいニット、上質なニットを着てる人が好きですね。で、ニットにはパンツとスカート、これはパンツでもいいしスカートでもどっちも好きなんだが、硬そうなパンツとかよりも柔らかそうな生地を履いててくれた方が私は好きです。この人ならいける自分に気があると思う基準はどういうこと？この人俺のこと好きだなって思う基準ってこと？食事誘って来てくれたら悪くないんじゃないですか。次、結婚相手の条件は？条件とかはないけど、さっきも言ったんですけど、どっちかというと俺がかなり生活ができない系の人だから、どっちかというと俺のことを許してくれるような人だから、私に条件はないんですけど、私が大丈夫な人であればぜひ。彼女にはどんな愛情表現しますか？大好きです。ありがとう。普通に好きって言うし、みんなと一緒だと思いますよ。愛情表現ちゃんとします。武尊さんが彼女または奥さんになられる方が手料理を作ってくれたとして、それがまずかったとしたら、はっきり相手に美味しくないというか、やんわりというか、どっちですか？言うことは確定してる。いやー、でも美味しいって言うから、まず絶対。もちろんその度合いはあるけど、ちょっと味が薄いなとか、ちょっと味が濃いなとか、それでも美味しいって言うから、3回4回5回6回ぐらい連続でなんか味が変だったらさすがに言うかな。たけるくんの今の好きなタイプを教えてください。いやもうなんとみんな大好きですみんな可愛い。本当にみんな大好き。みんな可愛い。みんな大好きですね。タイプもないね、そんな。かわいいみんな。みんなかわいい。まあでもやっぱ俺のことを好きだみたいなこと言ってくれる人はもう無条件で本当みんなかわいい。そう、かわいい。愛おしい。たけるくんのことずっと好きだよみたいな人はかわいい。本当マジ。本当ですか？マジでそうなのよ。イベントとかにもさ、今日何服着ていこうか迷っちゃいましたとか、かわいいな。たけるさんは男女の友情はあると思いますか？あると思いますよ。私も女性の友達います。理想の結婚後の住まいはマンション、一戸建ていつか欲しいですね。たけるさんこんにちは。前に恋愛に永遠なんてないと言ってましたが、どんなに好きな相手でもこれだけは無理ってことは何ですか？またそれを彼女がしてしまったら許せますか？普通にやっぱ俺嘘が嫌かな。可愛い嘘とか相手を思いやった嘘ならいいけども、人を裏切るような嘘は嫌ですね。
めっちゃそれを反省して謝ってきてくれたりとかしてくれたら許せたりすることもあるのかもしれないけど、嘘を嘘と認めないでしらばっくれ続ける人っているじゃない。ああいうのだとちょっとさようならかな。デートするとき彼女とお揃いのものを身につけたり着たりする派ですか？いやー、お揃いのものをお揃い T シャツは着たことないですけど、まあ、でもこれも合わせられます。彼女がそういうのしたいよって言ったら全然私はいいよって言います。嫉妬深いタイプ？そう思います。嫉妬深いタイプです。デートで1泊2日の国内旅行に行けるならどこに行きたいですか？これもあったかいところより寒いところの方が好きかな。だから北海道とか青森、秋田とか行ってみたいですね。振ることと振られることどちらが多いですか？振った理由、振られた理由も教えてください。これもちろん皆さんと一緒で両方ありますよ。さっきも言ったんですけど、この人嘘ついてるけど認めてないんだ、なかったことにするんだみたいな、そういうのはちょっと別れる原因だし、他に好きな人ができたから別れましょうって言われて振られたこともあります。悲しいですね。悲しいですね。悲しいですね。他に好きな人ができました。できました。なんでできました？自分にも非があったのでしょう。自分に至らぬところがあったから他に好きな人ができましたのでしょう、きっと。耳を疑うけどね。この人はできましたできました。まあでも大体こう、やっぱりなって感じですよ。付き合ってて、なんか誰々と会ってくるみたいな。誰々とライブ行ってくる。でもそういうんじゃないから、そういうんじゃないんだ。あ、じゃあ行ってらっしゃいって言って、その1ヶ月後、好きな人ができた。まあ大体そういうもんですよ。女子のそういうんじゃないからは、そういうんじゃあるから。これだけは覚えておいてくれ。そういうんじゃないからはある。そういうんじゃある。サプライズが苦手なたけるさんが彼女にサプライズしたことはありますか？あれとかはないですよ。フラッシュモブみたいな。ああいうのはないしないけど、まあ、普通にこう、祝うとかいう前提じゃないけど、ケーキが出てきたりとか、お花が出てきたりとか、そういうレベルのことだったらあります。結婚願望はありますか？あります。したいです。お相手さえいれば。結婚を決めるまでにどれくらいの期間付き合うのが理想ですか？これ分かんないけどどうだろう。分かんない。あんま早いとちょっと不安なのかな。でも結構早いよね、みんな。5年付き合った恋人と別れて、次付き合った人と3ヶ月で結婚しましたとかよく聞くよね。逆にそんぐらい勢いがないとできないことなのか。だからあんま別にこだわりはないですけど。彼女には甘えたい、甘えられたい。これ、どっちもいいですよね。甘えても欲しいし、自分が甘える時も許してほしいし。35歳までの結婚予定はどうなりましたか？どうもこうも、もうダメでした。どうもこうももうダメでした。ダメです。まあでも、メソメソしててもしょうがないんで、私は前を向いて、一生懸命胸を張って生きていきたいと思います。たける君が一緒に暮らす人にこれだけは譲れないというものはありますか？ちなみに私は帰ってきたままベッドに入られるのが嫌です。土日は俺はね、謎解きに行くのよ。土日しかやってない公演っていうのがですね、たくさんあるんですよ。で、しかも、その日やんなかったらもう一生できないみたいな謎解き公演がこの世にはたくさんあるので、土日は私は謎解きに行くものだと思っておいてほしいですね。一緒にとかは何ですか？もちろんいいですよ。彼女が来てくれるんでしたらとても嬉しいですけど、死ぬほどマニアックなやつやってるからね。引くぐらい。引くほど。モールス信号みたいな解読したりしてるから引かれてしまう可能性はあります。でもそれでもよければぜひ来てくれたら私は喜びますけども。彼女ができたら何と呼ばれたいですか？これ何でも嬉しいですね。名字だろうが名前だろうがあだ名だろうが何でも嬉しいですよ。高身長女子は好きですか？好きです。好きです。関係ないね。高身長とか低身長。低身長も好きです。みんな好きです。中身だし、その雰囲気だし、その人に惹かれたら全然もう関係ないですね。たけるさん、スタッフの皆さん、こんにちは。運命の人っていると思いますか？私は信じています。その人を運命の人と呼ぶかどうかで、この出会いを運命にするもしないもあなたたち次第だし。過去の恋愛で後悔や反省したことはありますか？いやいや、たくさんありますよ、それは。そういった経験があっての今があるので、全部があっての今なので、しょうがないな、そういうもんかなとは思います。浮気のボーダーラインは
浮気のボーダーラインはチューしたらダメだよね。そりゃいいの？いや一般的にはいいの？チューまで。チューはアウトです。チューアウトだよね。はい。結構でも手ああ、手つなぐのもアウトというか手つなぐやつはチューをするよ。でもさっきライブ行くのは OK なんですね、二人きりライブは意味はわからないよ。その二人で行くんだと思うけど、いいよって言うと1ヶ月後に他に好きな人ができたと言われます。皆さん気をつけてください。これは本当気をつけてください。本当そういうんじゃなくて、ちょっと仕事のことで相談とか乗ってもらったりはしてるけど、本当そういうんじゃないの。2人でライブは行くけど。まあでも俺別に女友達の方と2人きりでライブ、まあ行くことあんまないけど、全然自然とは行けますよ。まあ、例えば何のライブ行く人ってみんな友達に誘った結果、その人だけスケジュールが合うみたいなことがあったら、まあしょうがねえかってなるかな。俺はケースバイケースよね。突然現れた新キャラの人と2人でどっか行くとは謎ですけど、まあでもチューですね。僕のボーダーラインはチューです。役として好きなのか個人的に好きなのか分からなくなることはありますか？ああ、これ俳優さんならではの質問だ。分からなくなるというか、別にこれはもうほぼイコールでいいんじゃないですか。人間として好きっていうことで、自分は自分でありその役であり、もうほぼそれはイコールだから。で、相手も相手でありその役であるっていうのはほぼイコールだから分けなくていいんじゃないですか。人間としてこの人好きだなって思いながら芝居してた方がいいんじゃないですか。たけるさんにとっての愛とは何ですか？うわー、好きじゃないなこの人。うわー、全然好きじゃない質問が来たぞ。何これ好きじゃないわ。もう大喜利。いやこれ。いやいやね。いやいやこれ。愛とは何ですか？どういうことをみんな答えてるの？こういう質問は。まあ、なんか成長だったりは？いや、あじゃないんです。間何かって調べたらそういうの出てきたりとかしますね。まあじゃあ謎解き能として答えよう。私は54票、皆さん想像してみてください。一番最初に何がありますか？あ、いがありますね。すべての始まりです。愛とは。俺はこんなことを言う人間にだけはなりたくなかった。よくわからないことを言っている。謎解きをしているとこういうことを言えるようになります。皆さんぜひ謎解きに行きましょう。最後、彼女はいますか？そうですね、はい。ちょっと彼女に LINE しよう。彼女今から LINE するんですか？今 LINE しよう。撮影中なんですけど。外寒いね。3分も送ろう。彼女にですか？うん。猫。はい。わかりました。わかりました。彼女に今送ったんですか？そうですね。いらっしゃるんです。520万人います。520万人、現在520万人、2554人います。今送った方たちが彼女っていうことですね。はい、まあ、そうなんですね。いやー、余裕ですね。全部答えていただきました。全然余裕です。より本当の私を知ってもらえたかなって思います。いい回でした。でも特に男性に見てほしいかな。本当にそういうんじゃないからって女の人は言ってくるからあれ本当気をつけないと。じゃあちょっと気をつけてこれからクリスマスの時期、そうですね、街は胸キュンでにぎわう季節になってきましたけども、その相手は他の男にも胸キュンしている可能性があるので、冷静に浮かれすぎずいい恋愛をしてくれたら嬉しいなと思います。いい人もいるんで、いい人は言わないから、そういうんじゃないからってぜひそういう人と出会ってほしいなっていうふうに思います。